こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。僕は今年で47歳になるので、ジャズを始めたのが15歳なので、今年で32年目かな、になるんですけれども、その32年間の期間の中でですね、唯一買った教則本っていうのが1冊あるんですよ。なので今日はね、それについて語っていきたいと思います。じゃあいつも通り結論から言っちゃいましょう。僕が唯一買った教則本はこれです。はい、The 251プログレッション、2枚 CD がついてるって書いてありますけれども、これですね。この本を、そんな分厚くないんですよ。こんぐらいのね、薄い、フレーズ集なんですけれども、僕は記憶に残るところではこれしか買ったことないですね。あとなんか、若干買った気もするんですけれども、理論書とかももちろん一冊も買ったことがなくてですね、これ、唯一記憶に残ってるのはこれだけですね。この本は僕がバークリー音大に入学した1997年に、教授にですね、これいいよ、買ってみたらって言われて、あ、そうなんだって言って買ったもんなんですけども。じゃあね、早速中身を見ていきましょう。はい、どんなもん書いてあるのかなっていうことでですね、1個ね、引いてみましょう。まず1ページ目なのかな、これね。こんな感じです。2、3、4。はい、ただの251のね、超基礎的なものですね。まあ、この教則本っていうのは、こういう超単純なものから始まって、徐々にね、そのフレーズが複雑になっていくというもんなんですね。じゃあ次のね、譜面見てみましょう。はい、これね、じゃあ一番上のを弾いてみましょうか。若干ね、複雑になっていくんですよ。いきますよ。2、3、4。おお、なんか251っぽくなってきましたねっていうのがですね、この本の中にはこうたくさん含まれてるということなんですよ。で、面白いのはこの本っていうのはですね、こんぐらいのほんと薄い教則本なんですけれども、さらにその中で使えるのは、実は1/4だけなんですよ。どういうことかというと、ここに書いてあるようにね、これは僕は今アルトなんで E フラットって書いてありますね。C 譜面、B フラット譜面、E フラット譜面、それからベースクレフですね。変音記号の4つが同じものがこう4倍あるので、自分の楽器が使うのは1個だけなんですよ。つまり、この薄さが1/4になる。そういう本なんですよ。はい、じゃあこの教則本を使ったおすすめの練習法なんですけれども、僕はね、当時を思い返すと、僕がちょうど19歳の時だったかな、この本を買ったのが。なので、思い出すとこんなことをやったと思います。とりあえず、全部弾いてみるわけですよ。全部一個一個、よいしょよいしょよいしょって弾いてみて、心に残ったものとかがあったら丸をつけていくわけですね。なんかね、この譜面にもね、若干丸とかね、いろいろ書いてありますけれども、僕が記憶に残ったものを丸をしていくと。それでそれを集中して、こう譜面を眺めてですね、眺めてこうやるわけですね。で、まずは理論を、自分なりに分析しないといけないので、あ、これなんでこんな音になってんだろう、なんでこんなんなんだろうっていうのを自分なりに分析しながら進むと。全然理論書とか使う必要は全くないので、自分なりになんでこれはこうなってんのだって深く考えるのがいいと思います。ちなみに僕の教授も言ってたんですけれども、ジャズのアドリブとかを練習するときですね、適当に弾くなと。いうことをよく言ってるんですね。それどういうことかというと、弾く前に考えろと。適当なものを弾くよりも考えてから弾きなさいと。その時間は十分にあるから、それも練習の一部だっていうのをよく言ってましたね。はい、じゃあちなみにですね、面白いんですけれども、僕が心に残ってるフレーズってのは、この30数年間で覚えてるフレーズ、1個しかないんですよ。弾いてみますよ。僕はこれがね、頭にね、焼き付いています。2、3、4。このフレーズが焼き付いてて、で、逆に言うと、このフレーズ以外、この教則本で1個もフレーズを覚えてません、僕は。
はい。ってことで、何が言えるかというと、僕はそのフレーズがものすごい当時の10代の僕にはですね、衝撃的だったんですね。これをジャズって言うんだみたいに思ってですね、それでそこからですね、それを分析して、なんでそんな風になってんだろうって思ったらですね、それがいつの間にか練習をしていると、どんどん枝分かれしていくわけですよね。自分なりに。人から与えられたフレーズではなくて、自分でちょっとずつ変えていくんですよね、それを。いつの間にかそれが勝手にこう変化していったと、自分の中で。なので、おそらくこの30数年間のジャズの中で僕の基礎っていうのは、このフレーズなんですよ。このフレーズから全てが派生していって、今現在に至るということを大げさに言うと多分そういうことだと思うんですよね。で、僕もよくサックスを生徒さんに教えてる時にですね、理論書は、買わなくていいんですか？何かいいテキストブックありますか？みたいな質問をよく受けるんですけども、僕は、個人的に理論書っていうのが必要ないと思ってる人間なので、僕は、いや、そんな必要ないんじゃないかなというふうにね、常に答えちゃってるんですよね。でも先生ってバークリー音大に行ってちゃんとジャズ学んだんですよねって聞かれるんですけど、これもね、ちょっと答えるの難しいんですけど、こういったアドリブのことって学んだことないんですよね。教わったこと1回もないと思います、多分。ちょっと説明が難しいんですけれども、僕が唯一バークリーで覚えてるのは、コードの成り立ちとか、簡単なアレンジの方法、バンドのアレンジですね、の方法とか、しかもう記憶に残ってないし、やれここが4度だから、やれ3度だから、やれ7度だからっていうような、こういうフレーズを作りなさいみたいなのは1回も教わったことないんですよね。ほとんどがこの耳から覚えるというか、そういったタイプのその勉強法、いわゆるもうほぼほぼ大学に行ったくせに独学に近いと僕は思ってるんですよね。とは言っても人それぞれなんで、もちろん教則本を使うのが悪だとは思わないんですよ。別に使ってもいいと思うんですけれども、教則本で得た情報、例えばこんなに分厚い教則本ででもですね、多分記憶に残るのって1個とか2個とか3個ぐらいじゃないかなって僕は個人的に思うんですよね。違うかな。多分この1000ページ全部覚えられたら、じゃあそれ読んだら全部ジャズのアドリブできるようになっちゃうっていう、それもいかがなもんかなと。それだったらみんな読めばね、アドリブできるようになるんでしょうけど、でも結局皆さんのね、悩みっていうのは、ジャズアドリブができないできないって言って、すごく悩むじゃないですか。僕もその一人だったとは思うんですけれども、人それぞれそれから楽器の種類によってもいろいろ違うとは思うんですけれども、僕はどちらかというとこういった、じゃあこの251のフレーズ集ですね、理論書じゃなくてフレーズ集を買って、それの好きな音、好きなフレーズを1個か2個、もしくは3つぐらい集めて、それをこうやって眺めて、一体これどうなってるんだっていう風に、自分の好きなフレーズから勉強した方が絶対手っ取り早いと思うんですよね。こんな分厚い理論書でですね、よくわかんない音遣いをこうやって眺めてでもですね、多分好きじゃないからね、多分頭に入ってこないと思うんですよね。ということでですね、この教則本もですね、Amazon に一応売ってるは売ってるみたいなんで、一応概要欄にリンクを貼っておきますけれども、もしね、興味がある方はですね、ぜひ購入して、練習してみるといいんじゃないかなと。これ僕のおすすめです。ただ、ちょっとね、高いんですよね。なんか今値段見たら4000円とか5000円とかいう値段ついてるんですけれども、こんな薄いんですよ、結局使えるのは。ほんと10ページ、20ページもないぐらいなので、対費用効果で言うと、そんなにね、安くないんでね、買う価値があるかどうかは、別としてですね、一応僕のおすすめですね。はい、ということで今日はですね、過去32年間で唯一買った、教則本っていうのをね、紹介してみました。今日はね、簡単な動画だったです。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。